さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、もうパウンド型で作るいちごタルト、こちらの作り方を紹介したいと思います。ぜひ最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、今日使う型なんですけど、これパウンド型ですね。で、中に紙を引いてこれで用意しておいてください。はい、これタルトのクッキー部分なんですけど、もう全然仕込んだりせずに、もう市販のクッキーを砕いて使っていきます。で、これも100円ショップの綿棒なんですけど、これで押して細かく砕いていってください。なるべく細かい方が使いやすいので細かくしてください。で、あとね、これジップロック実はちょっとこう開けとくと空気で膨らんでやりづらくならないんでおすすめです。ちょっと開けといてください。はい、これぐらいですね。そしたらここに溶かしたホワイトチョコレートを加えていきます。はい、これ砕いたクッキーにホワイトチョコ入れるんですけど、普通だったらバター入れて固めたりするんですけど、ホワイトチョコ入れると、この後焼くんですね。で、ホワイトチョコだと焼いた時にちょっとこうキャラメルっぽい香ばしい風味がつくのでおすすめです。あとはね、結構サクサク感が増すのでホワイトチョコいいと思いますよ。美味しいタルトができます。はい、これホワイトチョコレート入れたら、あとはこのホワイトチョコをクッキーにコーティングさせたいんで、こうやって揉み込んでいってください。はい、これしっかり混ざったのが確認できたらもう入れちゃってください。型に一気に入れちゃいます。はい、これ今流したんですけど、これ全然ザクザクしてて、これをこう下の方にこう平らに押し込みたいんですけど、その時に使うのがラップで、これちょっとある程度出してこうやって丸めて、で押し込んでいく。こうやってで、そうするとラップなんでこう角とか関係なく押し込めるんですよ。もう形がないから。角だったらこうやってちょっと形が変わってくれる。で、これでしっかり押し込んで型全体にクッキーがいくようにしてください。で、ホワイトチョコが入ってるんで温度が下がってくるとどんどん固まってきます。全然ゆっくりやって大丈夫なんですけど、こうやって押し込んでいくことが結構大事です。はい、こんな感じで綺麗に入ったら、この後アーモンドクリーム作っていきます。はい、アーモンドクリームなんですけど、まずバターですね。バターはこうやって柔らかい状態にしておいてください。常温に出しとけば柔らかくなるので、こんなぐらいですね。ですごい辛かったらもうチンしちゃっても最悪いいんですけど、もうほんのちょっとずつやらないと溶けちゃうんで注意してください。で、ここにお砂糖ですね、一気に入れちゃいます。で、ゴムベラ短く持ってバターの水分に砂糖を吸わせるような感じでなじませていってください。はい、こんな感じでなじんだら、ここにアーモンドパウダーですね、全部入れちゃいます。で、これも同じようになじませるようにちょっと混ぜていってください。はい、こんな感じのなんかペーストみたいになりました。そしたらここに卵を入れて、卵も一緒に混ぜ合わせていきます。はい、そしたらここに卵ですね、加えます。はい、これ混ざりました。こんな感じです。ちょっと滑らかなクリームみたいな感じですね。で、これ実際もしフードプロセッサーをお持ちだったら全部一気に入れて混ぜれば簡単にできちゃうので、それでも OK です。で、これを型に流して焼いていきたいと思います。クリームもこれ平らに流してください。そんなね、几帳面にならなくて角に入ってればいいので、そのままゴムベラでやっちゃいます。で、トントンして平らになったら焼いていきたいと思います。さあ、タルト焼けました。いい感じです。これ常温で置いといてください。この後カスタードクリーム作っていくんですけど、卵黄にお砂糖です。で、軽くなじませる程度に混ぜて、もうそんなね、一回いっぱいいっぱい泡立てなくていいですよ。これも混ぜたら、ここに粉ですね。必ずこれふるっといてください。もうこれふるってあります。これもなじませる程度に混ぜてください。はい、混ざったらこれ牛乳ですね。もう全然加熱しなくていいんで、もう冷たいまんま
加えてください。このね容器だけレンジで加熱するので、耐熱のやつで今回やってます。でしっかり混ぜてください。600ワットのレンジで加熱していきます。はい、これ今2回やったんですけど、まだ全然シャバシャバな状態です。でもこうやってしっかり混ぜることによって滑らかなカスタードができるので、必ず混ぜてやってください。加熱していきます。はい、これしっかり混ぜてください。ちょっとねほら硬くなってきたの分かりますか？でここでしっかり混ぜて滑らかにすることによって、この後の加熱でも滑らかさを維持できるので、ここでしっかり混ぜるのがポイントです。まだ全然ちょっとネバネバしてるんで、もっと加熱していきます。はい、これ5回目やった状態です。しっかり混ぜてください。こんな感じ。すごいサラーっとしてますよね。このサラーっとしてるのは粉に火が入った証拠なので、必ずここまで加熱していきます。はい、カスタードは熱いのですぐにバットにこう広げてもらって、一旦冷凍庫に入れます。でなるべく早く冷やしたくてラップするんですけど、こうやって上で密着させてください。でなるべく平らに薄くして冷凍庫に入れて、その後冷蔵庫に入れて冷やしておきます。はい、これ焼き上がって冷ましたやつですね。でこれこのままでも全然いいんですけど、側面に粉糖をつけます。はい、これカスタードはですね絞っていくんですけど、事前にこうやってちょっとへこましといて、縁1センチぐらい残してこうやってへこましといてあげるとやりやすいです。ここにカスタード絞って、あとフルーツで飾っていくような感じです。もしシロップとかあったらシロップ打ったりしても全然いいんですけど、すごいしっとりしてるんでこのままやっていきます。はい、これカスタードを冷やしといたやつなんですけど、見てください。これ見えるかな。完全に綺麗に炊けてるとこうやってくっつかないんですよ。全然綺麗につるんって取れるので、これをボウルに開けてほぐして使っていきたいと思います。はい、これ出来たてってこうやって弾力がすごくてプリプリしてるんですけど、これをほぐしてクリーム状にして使っていく感じですね。お酒入れてもいいし、生クリーム入れてもいいし、何してもいいんですけど、今日はもうシンプルにこのままカスタードを絞って使っていきたいと思います。はい、使うのいちごなんですけど、ヘタ取ってもらって、こうやってヘタ取って、でちょっと斜めに切ります。これ切り方は何でもいいんですけど、いちごが大きかったら2箇所切らなきゃいけないし、これでこうやって切ってもいいし、いろんな不規則な方がタルトって美味しく見えるんで、同じ綺麗に切るんじゃなくていろんな形に切ってください。はい、じゃあちょっと切ったいちご飾ってきます。まず大きいやつからどんどん飾っていってください。もうねこれ飾り方も関係ないんで、もう好きに飾ってもらっていいんですけど、あっち向いたりこっち向いたり飾ると結構綺麗に可愛くできると思います。そしたら少しカスタード余ると思うんで、隙間に絞ってもらってさらにフルーツ飾っていきます。はい、あと上にヘタ付きのいちごも乗せていきます。これちょっとヘタをこうやって上げるといいですよ。さあできました。いちごのタルト完成です。見てください。どっから見られても美味しそうです。切り分けも簡単にできますよ。美味しそうです。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。見てくださいよ。チンでできちゃうんですよ。チンで焼いたかちょっと。
伝わらないと思うんだけど、すげえサクサクっすよ。これもうなんだ、最近なんだってよく言ってるの。さあこれポイントのおさらいですね。これポイントなんですけど、これサクサクのこれタルトあるじゃないですか。これってもう既製のクッキーにチョコレートを入れて焼いただけじゃないですか。これめちゃくちゃ美味しいです。もうね、タルト作んなくていいと思うんですよ。もう十分サクサクだから、もうこれでいけちゃうと思います。あとはパウンド型で焼いたんですけど、カスタードをレンジでチンすればできちゃいますし、あとフルーツは今日はイチゴですけど、なんだろう、季節に合わせたフルーツ乗せてもいいし、栗とかナッツとかやっても全然美味しくできると思うので、ぜひやってみてください。あ、これね、ちなみに最近出した本にこのレシピ載ってますので、ぜひそちらもご覧ください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。